はい、皆さんこんにちは、ときまるです。今日は物を減らすことで生まれる好循環について話していきたいと思います。自分自身の経験なんですけど、やっぱり最近改めてですね、物を減らすことによって自分の生活にいい循環が生まれているなっていうことを感じます。感じています。で、これは、二通りというか、フィジカルな面とメンタルな面、二通りあると思っていて、あるいはそれは見えるもの見えないものっていう、そういう点で、どんどんいい方向に向かっているなっていう感じがするんですよね。で、このチャンネル見てくださってる方は、いろいろね、前からね、いろいろふざけたり、いろいろしてると思うんですけど、こいつ、いい循環っていうよりなんか変な方向に行ってるなっていうね、そういうふうに思ってる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、その動画で見せる部分、見せない部分ね、あったりして、とにかくまずそのメンタル的な部分で言うと、物を減らそうっていうふうになかなかならないと思うんですよね。人から言われたところで。だから、みんなよくその YouTube とかね、ミニマリストの方の発信とか見て、感化されるんだけども、でもなかなか物が減らせない。結局物が増えてしまうっていう方、いませんか結構。で、これは僕も同じように思っていて、で、自分自身は、もちろん最初の方は、そういうきっかけがあってから減らし始めたんですけど、やっぱりね、ある時、ピーンと来たんですよね。ピーンと来てから減らし始めてるんですよ。振り返ってみると。で、やっぱりそれはどういう時かというと、やっぱ自分の人生が行き詰まってる時とか、もう、ストレスでどうしようもなくなった時、みたいなタイミングの時に、もう減らすしかないって思って減らし始めてるんですよね。だからそういう時って、やっぱり続くし、で、それが減らすことがいい効果を生むことが多い。多いんですよ。で、減らさなきゃいけない、減らさなきゃいけないとかね、そういうもうちょっとそのミニマリストになりたいとか、エクストリームになりたいって言って減らしてる間は、その効果っていうのはなかなかその実感できないものだと思っています。うん。だからある時ふと気づく時が来るってこと。天から降りてくるみたいな、ミニマリズムが降りてくるみたいな感じ。で、それでバーって一気に減らし始めて、減らし始めると、やっぱり、まず減らし始める自分っていうのが、その減らし始める前の自分とは、何かがもうそこで変わってるってことなんですよね。それが一番最初に話した、そのメンタルな面っていう意味です。僕が言ってる意味です。だから何かその自分の行動が何かによって、引っ張られて変えられて、じゃあ、今まで何も考えてなかった自分から、少ないもので暮らしていこうとか、物を減らそうとか、部屋を片付けようとか、その行動に移して、もう減らし始めた時点で、それは昨日の自分とは明らかに異なる自分なんですよ。だから、その時点で、なんて言うんだろう。新しい方向に行ってるってことです。自分の人生が。自分の人生がいい方向に行ってるってことなんです。自分が行動してるってことだから、それは。そこがあって、まず。で、だから行動することが大事で、で、それは、今まで物を溜め込んでいた自分とか、部屋を掃除できなかった自分とか、食生活とか人間関係をおろそかにしてた自分からの決別なんですよね。で、それでどんどん減らし始めていくわけですけども、そうなってくると、物理的に、まず物は減っていきますよね。で、それが、フィジカルな部分、目に見える部分、だと僕は思ってるんですけど、自分自身もその本とか CD とかね、あと楽器とか服とか、もう無限に持っていました。で、もう部屋の中はいつも散らかっていて、で、いろんな場所を移動していて東京に部屋に戻ってきて、自分の部屋がもう、ものすごく汚れてることにいつもうんざりしてました。で、減らし始めるとそれが実際にクリアになっていくとだんだん。で、クリアになってくると、もう増やしたくないなっていうか、散らかしたくないなみたいなラインがね、
こうできてくるんですよ。で、もう本当にこう、エクストリームなとこまで行っちゃうと、もうなんか、目立ちすぎるんですけど、そのものが増えることが。うん、何か物が増えたらすぐに目立つっていうか分かるっていうのが、もうこういうね、ちょっと頭おかしな部屋で暮らしてるとそういう風になってはくるんですけど、そこまでいかなくても、やっぱりその物量っていうのが減るだけで、スペースは空きますよね。うん。で、スペースが空いて、まあ気分も良くなるし、で、探し物が減ったりする。で、いつもよく言ってる、ワンカテゴリーワンアイテムの法則とか、僕は話してますけど、うん。まあ、それはもう今ももちろん続けていて、例えばペンとかですね。ペンも一本しか持っていません。だから、何か書き物をしようと思った時に、もうペンを探すことがない。もうそれはいつもあるから、そこに一本だけ。うん。で、ノートも一冊しかありません。だからもう、ペンとノートはもうそれしかないから、もう一切その探すことがない。で、まあちょっと話脱線するんだけど、この間困ったことが、人間ドックですね。人間ドックで、僕が持ってるペンがね、一本しかないんですけど、それが水性のペンなんですよ。だから、なんかよくナイロンとかにさ、ボールペンで名前書いてくださいとか、あとなんかこう、マークシートみたいなもので、自分のその健康状態を塗りつぶしてくださいみたいなものあるじゃないですか。そういう時にね、困ったんですよね。うん、困った、その時は。で、人から結局借りたんですけど、うん、まあ借りるも大変ですよね、なかなかね。うん、まあそれは置いといて、まあまあ一本で困ることもあるっていうね、うん、とこなんですけど、まあとにかく、まあ物が少なくなることによって、まずこう、クリーンになっていくから、探し物もなくなるし、ストレスも減っていく。っていうことです。で、もう一つ、僕の場合はそのヨガもやっていて、最近そのヨガとの相乗効果が結構出てきてるなっていうのをものすごく感じていて、で、そのものが少なくなってくると、あの、なんかね、やっぱりこう、他にこう、囚われることがなくなるんですよね。うん、なんかこう、ごちゃごちゃしてると、こう、あれやりたい、これやりたいで、こう、なんかこう、自分がやってる作業とか仕事とかもまとまらないことが多いんですけど、もう本当にこう、クリアな状態になっているので、視覚的にもメンタル的にも。だから、これをやろうって思ったら、もうそれしかやらないんですよ。もうちょっと気持ち悪いですけどね。うん。まあ、ロボットみたいな感じかもしれない、それは。うん。もうでも、なんかやろうと思ったらそれを集中してやるんですよね。で、終わるまで、他のものに一切手をつけない。うん。で、読書とかもそうです。だから本を読む時間とかむちゃくちゃ増えてて、で、その時間が増えることによって何もないからじゃあ自分がそのやりたいこととかやれることにフォーカスがものすごくできるようになっていると。その循環的な部分で言うと、やっぱりこう物が減って、でクリアになるから自分のやりたいことがまあとにかくできるようになっていくと。で、まあ先ほどのそのヨガの話なんですけど、そのミニマリズムとヨガっていうのを結構僕はここ最近のテーマにしているんですけど、自分の中の。うん。それは、それがこう合わさることによって、ますますその相乗効果を発揮しているってことで、で、それは、空いた時間ができる、で、時間の管理がしやすくなる。で、そうなると、ヨガの練習っていうのは朝起きてから僕は早くやるので、うん、早寝早起きになってるんですよね。もう4時半とか5時ぐらいには、もう起きるようになってます。それはもう、去年、だからアシュタンガを始めてからなんですけどね。アシュタンガヨガを始めてからではあるんですけど、まあそういう風なサイクルになってると。で、そうなってくると、5時とかに起きて、で、決まったね、まあそういうこうお風呂入ったりとか、まあちょっと掃除をしたりとかして、ヨガの準備をして、で、それからヨガをやると。で、ヨガをやって、それから自分の仕事とか作業に入っていく。うん、そういう感じになってるんですけど、それが、やっぱり二つ重なってないとできないなって思うところがあって、で、多分、僕はそのミニマリズムをやっているから、もうこの部屋、ホワイトボックスがその練習スタジオに今なってるんですけど、これで多分ね、いろんなものをたくさん持ってたりしたら、僕はここでそのヨガをできてなかったと思うんですよね。まず第一にそれが。で、まあ、もちろん、できてなかった時は、
どうするかというと、ヨガスタジオに行くことになるわけですね。で、それは去年はずっと先生のところに、通って練習してたので、通うことは別に、問題ないし、で、もちろんスタジオに通って、練習できることが、いいことの方が多い。多いんですよ。メリットももちろんたくさんある。ヨガやってる仲間たちと話はしないんだけども、自分のモチベーションをアップしてくれたりとか、なんかみんな頑張ってるから自分も頑張ろうみたいな感じになるんですよね。もちろんそういうメリットはたくさんあるんですけど、でもやっぱり、なかなかスタジオとの距離だったりとかね、あとは毎月支払うスタジオ代とか、そういうのを考えると自分の部屋でやっぱりできるっていうのはものすごくいいことで、で、僕の場合は、ちょっとずつ今教えたりもしているので、オンラインのクラスとかね、オンラインでちょっと教えるときも自分の、スタジオを別に借りなくても自分の部屋がスタジオになるみたいな。で、それは、やっぱり物がないからできていることだなと、改めて思うんですよ。で、これでやっぱり物を増やしてしまうと、なかなかね、そういうことができなくなるし、で、心もね、やっぱり乱れてくると。だからとにかく今減らしてみて、そういうね、早寝早起きっていうサイクルだったりとか、あとは食事もそうですね。食事も足すよりもどんどん引いていく。でもなんか体の調子がどんどん良くなっていく。それは量とかを減らすっていうところももちろんあるんですけど、なんか摂取カロリーとか、やっぱり栄養バランスは気をつけていて、そうしないと、自分は結構運動量が多いので、だから朝もヨガの練習して、午後からランニングやったりとか、山登ったりとかしてるんで、普通に、カロリー消費がね、1日のカロリー消費が結構高いんですよ。スマホでデータ取ってるんですけどね。だから食べないと、痩せちゃうんで、食べるようにはしているんですけど、それでもなんか余計なもの食べないっていうのかな。なんか自分の嫌いなものとか、嫌いなものそんなないけど、油とかね。なんかちょっと粗悪な感じのものはあんま取らないようにしたりとか、なんかそういうものをどんどん外していくと、もうどんどん、体も楽になるし、で、それが結局夜寝て、そして朝起きてみたいな、そのリズムを、心地よく刻んでくれる。で、そこで自分がやりたいこととかヨガの練習がどんどん深まっていくっていう風な状態に今なっています。だから減らすことで、起きる好循環っていうのは、そういう、フィジカルな部分とメンタルな部分、両方で、現れてくると。で、その最初の取っかかりっていうのは、人に言われてやるんではなくて、自分の中から自発的に生まれてくるものであるっていうこと。その方が、継続性があるし、続きやすいってこと。で、そこに気づけた人は、もうラッキーで、その昨日の自分、捨てる前の自分と捨てた後の自分、捨て始めた自分では、全く、もう変わってるってこと。自分の態度とか、物事とか、なんか物に対する見方とかね、そういうものが、捨て始めてる時はもう変わってるっていうこと。だからその時点でもう好循環のスパイラルに入りつつあるっていうことです。はい。今日はちょっとね、割と曖昧な部分はあったと思うんですけど、なんか最近考えてるそういうミニマリズムの好循環について話してみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。はい。僕もね、今日ヨガの練習を終えて、これからね、ネスカフェタイムです。まだね、ネスカフェを飲めてないんですよ。掃除してヨガの練習して、で、今、話したって感じなんで、これからね、ネスカフェタイムをしていきたいと思います。皆様も良い一日をお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の放送で。チャオチャオ